皆様、明けましておめでとうございます。今年もたくさんアニメレビューをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。早速ですが、今回はアメクタカオの推理カルテ、第1話には1時間スペシャルのレビューをしていきます。元旦の、それも1時間スペシャルとはかなり豪勢ですね。原作の医療ミステリ小説も著者とイラストレーターさんがかなり有名な人ですし、制作側もかなり力を入れているのではないでしょうか。そうだね。それに今回の 1.2 話は原作者先生の完全新規書き下ろしエピソードだそうで、やはりプッシュしようとする意気込みを感じたよ。物語は、見た目は少女にしか見えない天才医師、アメクタカオが研修医の高梨と共に、警察すら手に負えない病にまつわる事件や謎を解き明かしていくというもの。基本情報だけ聞いたら、実写のミステリードラマっぽいなぁと思わない？私はそんな印象を受けて、実際今回の初回放送を見たんだけど、実際視聴してみても、設定だけでなく映像の演出やテンポ感もかなりドラマっぽいな、というのが第一印象。特に序盤、主人公の高尾がモブたちの注目を集めながら救急部にやってくるシーンあたりの、掛け合いやカメラワークとかは実際プライムタイムにて放送されるドラマっぽさをかなり感じたね。1時間という尺も相まって、本当にミステリー、刑事物のドラマを見ている気分だったよ。あえて寄せている、ということですかね。原作を読んでいないから、それは何とも言えないんだけど、意図的にやってるような気はする。解決パートでの集団行動、引き役として次から次に質問を浴びせてくる刑事たちとの掛け合い。本格的な見せ場はまだなものの、役割のあるキャラたちを序盤から大量に映していく手法。アニメ的、ラノベ的ではない作劇の仕方だなと思ったね。特に後者のキャラを大量に見せていくという手法は、キャストの豪華さや層の厚さを早いうちに見せていくことで視聴者を引きつけようとする、ドラマ的手法にすごく近いと思う。ただその一方で、子供みたいなルックスでありながら大人顔向けの洞察力で事件を解決する。主人公のアメクタカオは、おそらく実写では再現できない、非常にアニメキャラだと言える。確かに実写キャストを決める段階で相当困難を極めそうな感じがしますね。結構生意気な性格で口が立つから、子役の俳優さんを起用しても表現するのにはかなり無理があるんじゃないかな。それに酒好きらしいので、子役にそれやらせたらコンプラ的に危ない。最悪カットされる要素ですね。このアメクの個性の見せ方や事件解決に至るまでの謎の回収の仕方や納得のさせ方はかなり緻密にできていて、実際面白いアニメだったと思う。むしろ、なぜ実写でやらないんだと疑問に思ったところもあるのだけど、先も言った実写における表現の限界もあるし、人気作品の実写ドラマ化は炎上リスクが高まっているという認識もあったんじゃないかなってジャッジしてしまう。いろんな事件もありましたね。特に個性の強いキャラクターものほど実写ドラマ化した時に失望を買いやすいというのは私の偏見かもしれないけど、アニメでやった方が原作の良さは忠実に表現できるのかなと考えてしまう時間だった。あともう一つ付け加えておくと、推理物としてのとっつきやすさもあったと思う。天才医師による医療ミステリだから、病気、症状や薬品などの医学専門用語もそれなりに出てくるんだけど、アメクタカオが得意とするのは医学的知識だけでなく、患者の持ち物、生活形態、事件に関わった者たちの思考や利害関係、近隣地域で起きた事件との関連性など、状況からの逆算を得意としていて、この推理がかなり合理的だし、それまでに劇中で描かれていた些細な伏線の回収も兼ねているので、視聴者側としては、超難しく考えることなく納得できて、非常に気持ちが良かった。やはり売れてるミステリ小説にはそれなりの理由があるってことですね。ただちょっと不安を感じた部分もあって、今回は初回だし、ドラマっぽいというもの珍しさで見入っちゃったけど、次回からは普通の30分枠のアニメになるわけで、単発で解決できる短い事件になるのか、複数の話数にまたがるのかわからないけど、ちょっと感触は変わってくるだろうね。このあたりの感覚は言語化が難しいんだけど、ドラマを見たい場合はそのクールに競合作品ってそんなにないんだけど、アニメの場合は今やクールごとに50本近くの競合がひしめき合っている魔境となっているから、推理物が好きという場合はまた違ってくるんでしょうけどね。自分としても今後放送されるアニメ次第ではあるけど、2話以降、高い優先順位をつけてみるかどうかはちょっとわからないな。この動画でのレビューが合っているかどうかを確認する意味でも、皆さんにアニメを見てもらいたいですね。今回は初回を見ての雑感レビューというつもりでやってて、
2話以降のレビューをするかどうかは様子見だね。ミステリーって事件のトリックにようなネタバレに触れずにレビューできるのか？そういう不安もあるからね。皆さんのコメントも参考にしたいので、ぜひ書き込みお願いします。今回は以上です。皆さんの感想やご指摘をコメント欄に投稿してください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。